こんにちは。ミシンでパッチワーク基本の一つでもあると思いますけれど、このパターンフラインギース、空飛ぶガチョウって訳すのかな。このパターンを、何種類かにわたって作り方を説明していきたいと思います。動画が何回かに分けられると思いますので、それを追って見ていただければと思います。まずはじめに、全部大きさを揃えます。横10、縦5、この大きさで作っていきたいと思います。はい、このパターン、第1回目の作り方ですけれど、このピンクの部分ですね。このピンクの部分をこのように前に方眼縫いを見ていただいた方は分かるんですが、この辺の計算をすると 1.0 足す 0.7 足す10センチ足す 0.7 の 1.0 で 13.4、 3.4、10センチに対して 3.4 プラスになってます。3.4 だとギリギリなので 13.5 の正方形を対角線でカットします。で、今度こちら側ですね。こちら側ですけれど、こちらの計算になりますね。 0.7 足す実寸5センチ足す 1.0 足す 0.7、 この三角形を取るのに0.7 足す5足す 1.0 足す 0.7 で 7.4、 7.5 の正方形を片側だけカットして準備します。はい、13.5 にカットした生地を対角線にカットしていきます。あまり動かしたくないのでね、小さいカッター台に置いてカットしていきます。カッター台ごと合わせて反対側もカットしましょう。はい、これで4枚カットできました。7.5 幅でカットしてあるので、これを、外表でも中表でも構わないので、これを切り揃えます。でこれを 7.5、でこちらも 7.5、 ギリギリでしたけど間に合いますね。でカットして、これを4枚一緒にカットしてもいいんですけれど、ここは2枚2枚いった方がきっちりいくと思います。でこちらも2枚でも心配な方は1枚で切ってくださって構いません。はい、これで4組できました。はい、それでは縫っていきたいと思います。ですね、7ミリの縫い代で計算はしているんですけれど、経験上でいくと6ミリですね。ここ5ミリですけれど、6ミリで縫った方のが
後々こうアイロンかけた着せなんかを考えると、最終的に綺麗にいくと思います。それでですね、これを今から縫い合わせていきます。ここの端とこの端を合わせてください。ここですね、ここのところを合わせて、本来 7mm なんですが、これを 6mm、 ここですね、このラインに合わせて端から端まで縫います。送り目は2でいいです。でこの部分バイアスになっているので、気をつけて縫ってくださいね。はい。でこれ縫い代こちら側に倒していただいても、こちら側でも好きな方に倒してください。今ちょっと爪アイロンでこのままいきます。で次の布を、こちら側の布をこちらの端に合わせます。でこちら側から縫ってもいいですし、ここのズレが心配な方はこちらを向けて縫ってもいいです。どちらでも構いません。やりやすい方で縫ってください。ここですね、ここがずれないように縫います。で今は、内側に倒しているので、この縫い代も内側に倒します。はい、こんな感じに縫えました。ですね、先ほど1枚作りましたが、全部で4枚できるのでチェーンピーシングしちゃってもいいですね。こちらのように最初にセッティングしておいて、これをつなげて縫っていきます。もちろん一つ一つでもいいですし、全然つなげて縫ってもらっても構いません。ちょっと間を空けてくださいね。でこれをこのまま糸を切らずに縫っていきます。このようにつなげて縫えました。でこれをここでてもらって縫い代を折って、次も同じようにつなげて縫っていきたいと思います。はい、それでは4枚縫えたのでアイロンしていきます。縫い代を内側に倒した方のと、こちらですね、外側に倒したのと2枚ずつ作ってみました。こちらが外側。
側ですね。でこれ余分なこの飛び出たところは、ハサミまたはカッターでカットしてください。このところを余分なのでカットします。ハサミでも構いません。カットしてください。これが、11.5 の 6.5 なってますね。切り揃えると綺麗にいくと思います。こちらでぴったりです。でこれを、同じもの同士をつないでもいいですし、今これまだ縫い代ここの角取ってませんけれどね、これを4枚つないだりこうつないだりいろいろできると思います。はい、両方つないできました。こんな感じです。はい、第1回目のフライングキースはこれでおしまいです。次回をお楽しみに。ではまた。